今回もモノローグみたいな独り言です。最近どこかで聞いたんですけど、現代の社会は、日本社会では特に言語化能力が高い人が得する社会になっているという話を聞きました。本当にその通りだなと思います。私も無意識に、言語化できない状態、考えがまとまっていない状態ではアウトプットしない方がいい、話さない方がいい。もう少し考えがまとまってから整理できてから話そうと思って、いつまでも話せない状況でした。ただこれは自分のプラットフォームなので、自由に独り言みたいにこれからも話していこうと思います。だからといってちょっと世界情勢だとか経済、政治について語れるわけではないんですけど、あとこれは一応フィットネスチャンネルなので、特定のトピックだけを語るのはやめておこうと思います。今ちょっと思ったんですけど、現実の普段の世界というかやりとりでもサウンドエフェクトがあったらいいと思いませんか？ちょっと気まずい時とか言葉に詰まった時にサウンドエフェクトが使えたら便利ですよね。ただ最近 AI のスマートグラスとかスマートメガネみたいなデバイスが出て、それがちょっとプライバシー的に心配ではありますけど、そういうのが進んでいっていずれ人のコミュニケーションの形も変わっていくのかなと思います。ただこれからもうまくアウトプットできる人が評価される社会であるということはもうほぼ変わらないことだと思うので、少しでもコミュニケーションスキルは高めていった方がいいかなと思います。前に聞いたのが、エジソンですね。実は彼は口がうまいだけのペテン師みたいな人で、ほとんどのアイディアはニコラ・テスラからのパクリで、彼はただのビジネスマンだったというような話を聞いたりしますけど、これも一部のニコラ・テスラファンの話なので、実際のところはわからないですけども。ただ現代でも後からいろいろな疑惑が出てくる有名人もいるので、歴史上の人物でも実際はどうだったんだろうってちょっと考えてしまいますよね。最近はちょっと中東のニュースだとか、AI の話だとか、いろんなことが起きていて、不安になったり圧倒されますけど、子供の時だとか若い時に思っていた、いずれ大人になったら理解するだろうと思っていたことが今も全然理解できていなくて、周りの大人だとか有識者だとか専門家だとかそういう人たちも実際はどこまで理解できているんだろうっていうようなことがたくさんあって、専門の分野だとかは理解していても全体を全部理解している人ってそんなにいないのではないかと思うし、そう思うとちょっと怖いですよね。陰謀論だとかを信じてしまう気持ちも少しわかります。ちょっと無理やりフィットネスの話に絡めると、アメリカで90年代だとか2000年代に流行った美の基準で、ガリガリに痩せているのが美しいとされるのも、ジェフリー・エプスタインですね、が所有する島に出入りするような人たちが好む体型を流行らせたんではないかという話も聞きました。アメリカでは最近またその美の価値観が戻りつつあるという話も聞きました。日本では逆に痩せすぎの問題がよくメディアとかで取り上げられますけど、これからは本当に日本に住む人全員が筋トレしていかないと若者より高齢者が多い社会になっていくので、できるだけ要介護の期間を少なくしていく努力はすべきかなと思います。最近ちょっと道路で倒れている高齢の方を見かけたのですが、誰も助けていませんでした。私はだいぶ遠くの方から見えていたんですが、彼の近くにいる若い人たちは誰も彼に声をかけることはありませんでした。近い将来ロボットとかに助けてもらえる可能性はありますけど、ロボットが足りない問題もありそうですし、私はこれからも筋トレを続けます。